ぶっちゃけていい？だから伸びないんだよ。どうものみやです。カットされてバーチャル YouTuber になりました。 VTuber 講師ディスコってメテオです。第12弾は伸びない VTuber の特徴7選。伸びない VTuber さんとかある程度伸びたけど今伸びてないってタイミングの VTuber さんって結構いると思うんだけど、そういう人たちには結構共通点があるんだよね。さらにその特徴って VTuber さんだけじゃなくて普通のお仕事とかでも評価されない、数字が上がらない、なんかうまくいかないって時に結構当てはまったりするのよ。ということで今回は伸びない VTuber の特徴7選がそれぞれ具体的にどういうことかっていう例も挙げながら解説していきます。私自身も7個中5個当てはまってた時期があるので、自分や自分の知ってる人が当てはまってないかチェックしながら最後まで見てみてください。ただすでに大手企業に所属してる人とか伸ばすために大量の広告費等をかけられる方、そして自分のチャンネル登録者数とかを伸ばしたくない方、すでにめっちゃ伸びてる方にはマジ役に立たないと思うんで、そういう方はブラウズバック推奨です。伸びない VTuber の特徴7選、最初に挙げていきますね。この7つの特徴は VTuber だけにとどまらず仕事で伸びない、なんか頑張ってるのにうまくいかないことがあるって時にも結構当てはまりがちな特徴。7つ最初に伝えてそれぞれ解説していくので、実際にどういうことかってのも理解して自分に当てはまるかな、自分の知ってる人とか推しが当てはまってないかなみたいな感じでチェックしてみてください。伸びない VTuber の特徴7選。1、ブランディングターゲット設定ができてない。2、ネガティブな発言が多い。3、活動頻度が低い。4、人としてってのができてない。5、配信しかしてない。6、客観視できない。7、楽しんでない。この7つの特徴ってのは伸び悩んでる時にマジで当てはまると思う。私自身も過去の経験でやってきたことも含まれるし、いろんな人からね話を聞いたり SNS マーケティングの勉強をしていくうちに私の中で確立した7つの特徴なのよ。マジ恥ずかしいからあんま言いたくないんだけど、実は私もこの中で言うと14567に当てはまってた時期があるんだよね。だからこそそういう時は伸びないって断言できるんだけどね。これからこの7つがそれぞれどういうことなのか、それに当てはまってる時にどうすればいいかっていうのも含めて説明していきます。1、ブランディングターゲット設定ができてない。VTuber 講師動画の5ブランディングと11ターゲット設定を見てくれた方は、もし当てはまったとしてももうすでに改善してる途中だと思う。このブランディングターゲット設定ができてないってのに当てはまった人は、どんな活動をしていいかわかんないとか、自己紹介でこれってポイントがないとか、どんだけ活動しても数字がいまいち伸びないみたいな悩みを抱えてると思う。これね、セルフプロデュースとか自己 PR とか肩書き何々系 VTuber みたいなのにも絡んできたりとかする要素なんだけど、国内だけでも万以上いる VTuber の中で自分の特色を知ってそれを効率よくアピールしていくことができんかったら、そりゃ伸びんわなーって話なわけよ。つまり自分をどう見せるのか、そのために何をやるのかっていうのがこの1個目の話なの。最近のメディオ先生の場合の話をしよう。 VTuber 講師ってのを自己紹介に入れたり Twitter の名前に入れたりとかして、 MC ってのも Twitter のプロフィールに入ってたりとか、喋るの好きってポイントで入れてたりとかする。自己紹介動画でも2つとも話してるよね。実際に VTuber 講師っぽいなんかの情報とか解説系のツイートをしたり、そういう動画出したり配信したり、 MC とかも自分で企画主催して MC したりっていう見せ方をいろいろしています。これがセルフプロデュースの一環ね。だから微増ではあるものの Twitter も YouTube も少しずつ右肩上がりに数字増えてるし、ここ最近は月に 4,5 個関連したお仕事もさせてもらったりしています。じゃあこれに当てはまっちゃったらどうするのっていう話で、VTuber 講師動画の丸5のブランディングと丸11のターゲット設定を見て PDCA サイクル回して解決してみてね。2、ネガティブな発言が多い。これは丸6のファンの増やし方とか他でもちょいちょい出してると思うんだけど、ネガティブな発言多い人ってさ、すでにファンが多い人は大丈夫俺らがいるよみたいになったり、一時的に注目はされるかもしれないんだけど、長期的に見たら基本マイナスの要素しかないの。お気持ちツイートが多い人とかって基本あんまツイッター見たくないなとかってなったりとかするし、毎回慰めてると慰めてる側が疲れたり、さらにねネガティブは伝染するので、既存の視聴者さんもネガティブ発言が多くなって新しい視聴者さんの定着がしにくくなるのね。ちょっと厳しい言葉で言うと、そこになんか気持ち悪い居心地の悪い空間ができるわけよ。そういう配信枠に入っちゃって、なんか無理と思ってコメントしないですぐに抜けたっていう経験ある人いるんじゃない？既存のその中にいる視聴者さんたちからするとあんまり違和感に感じないんだけど、たまにふと目が覚める瞬間ってのかな、そういうのがあって、そうなった視聴者さんたちが離れていくことが多いのね。で新しい視聴者さんが入ってきてもなんかわーって思って抜けていくので、結果数字は伸びないっていう現象が起こるのよ。このケースの解決方法は結構単純で、ネガティブはほどほどにって話。詳しくは丸6のファンの増やし方でチェックしてみてね。
活動頻度が低い。これはね、例外があって、すでにある一定数の支持者がいる場合とか、ニッチな特化をしててそのジャンルでの認知度があるとか、圧倒的なエロジャンルに特化してるみたいな感じだと、実は活動頻度が低くても伸びる場合が多いんだけど、ただそこから外れてる多くの VTuber さんの場合は、活動頻度が低いと数字が増えないばかりか減ることもあるっていう話。とある大手 VTuber 企業のオーディションを受けるとき、週3回以上配信ができる方っていう条件がついてたりとかするのよ。このケースの解決方法はさ、めっちゃ簡単じゃん。活動回数増やせばいいって話。配信を週3、1時間ずつができないんだったら、1回10分、20分でもいいし、短い動画でもいいわけ。Twitter はね、毎日なんかしらツイートするとか、豆さってのも結構必要。どうにかして Twitter と YouTube を定期的に更新するんだ。4、人としてができない。これさ、めっちゃ何回も VTuber 講師動画シリーズで言ってきたことなんだけど、特に ○8、○9のコラボに関連するところで強調してきたと思うんだけど、ウィンウィンの関係ですよね。これいろんな人とのウィンウィンの関係なんだけど、コラボ相手とか同業者だけじゃなくて、視聴者さんに向けてありがとうとかさ、遅刻とかミスしちゃった時にごめんなさいっていうのをちゃんと言えるかどうかって話。その他、○2の炎上対策で話に挙げてたような、誰かを攻撃差別するような発言も人としてがなってない言動だったりするよね。どんなにイラッとすることがあっても、この人としてって部分マジで忘れちゃダメで、これをおろそかにすると視聴者が離れる原因にもなるし、活動休止しなきゃいけない原因を作っちゃったりとかするのよ。このケースの解決方法は分かりやすくて、自分がされて嫌なことはしないってのが大前提。プラスして、割とね、日本の小学校通ってた子なら、道徳で習ったことの実践だと思うんだよね。インターネットで顔が見えてないからこそ、相手が去っていくのは、リアルの人間関係より早かったりするわけよ。信頼関係築くのって時間がかかるのに、失う時は一瞬。結局、視聴者さん、コラボ相手、お仕事先の方、そういった相手を思いやった行動はいい方に、相手を軽んじるような言動は悪い方に、全て自分に回り回って帰ってくるんよ。配信しかしてない。今配信だけで YouTube 伸ばすことは、○7の配信 VS 動画で解説した通り、一部の層だけなのね。ただ、注釈があって、ショールームとかイリアム等のライブ配信サイトの場合、回数や累計時間によって伸ばすことができたりするので、そういうケースは省いて考えてね。視聴者さん側からすると、興味がある話題とか、推しのチャンネルじゃない限り、ぶっちゃけ生放送をじっくり見るこの暇な時間って、現代人にはマジないのね。だから、短時間で魅力を訴求できるものってのが必要なわけ。このケースの解決方法は、配信をするなってことじゃないのよ。新しく自分を見つけてくれた層向けに、さっと見れる内容の濃い動画っていうのをたまにアップするってだけでもいいし、配信の面白いところを切り抜いてアップしていくって形でもいい。あとはたまにショート動画出すってのもあり、自己紹介動画をトップに置いていくのもありだし、受験さん向けに短めの動画をいくつかアップして再生リストにして YouTube のトップページに置いておくのもいい。そのチャンネルに少しだけ興味を持った人がちょっとだけ見ようと思って魅力を伝えられるものを作っておけば、最低限のラインってのはクリアできると思うので、少しは気が楽になるんじゃないかな。6、客観視できない。これもね、○2の炎上対策動画でも出したし、かなり前に出した月田美沙さん分析動画でも話してるポイントなんだけど、客観視っていうのはね、自分が周りからどう見られてるか、どう映っているかっていう視点のことなんだけど、これができてると、今の自分を正しく分析して改善ポイントを見つけて PDCA サイクルを回してより求められる動画や配信ができるようになってくるのね。客観視ができてないとどうなるのかっていう例を挙げよう。例えばとある VTuber が20人くらい出演する音楽フェスに出演するチャンスがあったとしよう。自分以外に19人もいれば観客たちの中に初めて自分を見てくれる人ってのもいると思うんだよ。その時の MC でいつもの雑談配信みたいに自分がしててめちゃくちゃ楽しい話、ファンの人たちが喜んでくれる話をしようってなった時に、視聴者なら分かってくれる話題、単語みたいなものをチョイスするじゃん。これ VTuber イベントあるあるなんだけど、自分以外の19人の VTuber のファンとしてそこに来てる人たちからすると興味ないし分かんないのよ。だからせっかく新しく興味持ってもらえるチャンスなのに、そのチャンスを台無しにしてたりとかもするわけ。その人を知らない観客がうちはネタしかなくてよく分かんない話されても興味持つかって話なのね。全く知らない VTuber が自分の分かんない話題で盛り上がってる。興味なくない？感情冷めるじゃん。一部の人しか知らない話題はそれ以外の人たちにとってマジでつまらない話題だってこと。同じようなことってこれリアルの人間関係でも体験したことある人結構いると思うんよ。例えばさ、高校で仲良くなった友達2人、その2人は中学が同じとかだったりとかすると、その2人にしかわからない中学の〇〇先生の話で盛り上がってたらさ、気持ち冷めない？他にも好きじゃない上司の昔の自慢話聞かされるの無理興味ないっすみたいな。それ普通に VTuber でも起こってんのね。意識してみたら、あれそうかもって思い浮かぶケースあるんじゃない？
これと似た現象で言うと、知らない人の普通のゲーム実況はあんま見たくないなとか、知ってる人がやってるゲームでも自分が知らないゲームはあんま見ないなとかってなるのよ。相手に興味があれば話の内容なんて何でもよかったりするケースもあるんだけど、自分のことを知らない人に興味を持ってほしいなら、話題とか使う言葉みたいなものはある程度考える必要があるって感じ。解決方法は単純明快、客観視ですよ。客観視とセルフプロデュースの分かりやすさってめちゃくちゃ大事。自分が周りからどう見られているかっていうと、自分の目標、これをすり合わせた時に、じゃあどう見せていかなきゃいけないか、何を表現しなきゃいけないかっていうのが分かるよね。詳しくは概要欄とかコメントにもリンク貼っとくけど、この辺りの動画を参考にしてみてね。7、楽しんでない。これ数値として明確に出すことが難しいんだけど、ファンボックスで2020年の YouTube 振り返り記事を出した時にも書いてるんだけど、2020年8月の1ヶ月 YouTube のチャンネル登録者数が11人しか伸びなかった月があるのね。その頃のチャンネル登録者は2000人以上いて、さらにそこそこ知名度ある人とコラボしたはずなのね。活動回数も結構あったはずで、夏休みで比較的みんなが時間があるタイミングなのによ。この時期いろんなのが積み重なってマジで楽しくなくて、所属先のスタッフにブチ切れ続けてたんで他にも2年以上私が活動を続けてきた中で、楽しくない時って Twitter のフォロワーさんが数百単位で減ったりしたっていうケースもあんのよ。メテオ以外でも実績ある YouTuber さん、活動者さんがかなりの数で楽しんでないと伸びないよって言ってんの。これなんでかわかんないんだけど、楽しくない時ってなんとなくだと思うんだけど、視聴者さんにそれが伝わってたりとかするんだよね。自分の活動に飽きてたりとか、なんか活動すればするほど苦しい時とか、体調悪い時とか、金銭的に生活が辛くて、それが原因でメンタルが上に向いてくれない時、これ視聴者さんも言語化できてなくて、なんとなくの無意識で離れていくケースっていうのがめちゃくちゃ多いらしいんだよね。そういう時はどれだけ活動してもマジで伸びない。解決方法は単純だけど結構大変。活動を楽しむこと。そのためにちょっと休憩必要かもーと思ったら、活動を数日から1週間とかの単位でもいいから休んでリフレッシュするとかってのもありだと思う。自分が心から楽しむことが伸びるために必要って結構不思議だよね。過去の11本の動画を見て全部実践してる人はこの7つに当てはまらなかったんじゃないかな。伸びない7つの特徴をどうするかっていうのは、これまでアップしてきた VTuber 講師動画で解説してる部分だったりとかもするので、一つでも当てはまっちゃったーって人は概要欄コメントにも貼っておくので、今すぐ関連動画をチェックして改善してみてほしい。あとね、伸びない VTuber の特徴とはちょっと違うから、今回7つからは外してるんだけど、すぐやめる、すぐ諦める、すぐ逃げるっていう特徴がある人は何をやっても成功しません。もちろんね、ちょっと逃げた方がいい時とか、諦めてもいいことってのはあるし、やめた方がいいタイミングとかってもあるんだけど、継続すること、続けることって成功のためには必要なポイントなのよ。でもさ、そんなこと言っても続けるって結構大変じゃん。活動してると心ない言葉に傷ついたり、どんだけ頑張っても思うようにいかないタイミングがあったり、周りが急激に伸びたの見て比較しちゃって落ち込んじゃったり。でもそれでも続けてきた人たちが今チャンネル登録者数10万人以上になってたりとかするし、実際にそういう数字持った人たちにいろいろ話聞いても、辛い時なんて数えきれないほどあったけど続けてきたから今があるっていう言葉を少なくない人たちから聞いてます。メテオもマジで辛くてマジできつい時が2回ほどあったかな。でも諦めずに続けて今がある。漫画大好きなメテオの好きな作品の中にキングダムってのがあるんだけど、喧嘩ってのは最後に立ってたやつの勝ちだってセリフが出てくるのね。これと似てるんじゃないかなって思ってんだ。だから短期間の結果でやめたり諦めたりを決断するんじゃなくて、目標を掲げてそのために細々とでもいいから頑張って続けてみてほしいなとメテオ先生は思うわけです。ということで今回のまとめ、活動を楽しめ。自分がどう見られてるか客観視してね、目標のために活動を続けてみて。少しでも役に立ったとか、心がぐさっとした、ちょっと楽になったみたいに思った方は、この動画の高評価、 YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローもして次回の VTuber 講師動画をお待ちください。質問とか感想がある人はぜひ気軽に動画のコメント残してってね。返信するし、動画作る時の参考や励みにしたりさせてもらってます。辛い、なんで私だけこんな大変なのって時って視野がかなり狭くなる。でも今回こうやって共通するポイントは、私がまとめられたように同じような状況の人って結構な数います。だからしんどい時こそ同じような人は実はいっぱいいるってことに気づいてほしい。そして気づけたとしたら、もうあなたは大丈夫。そこから絶対前に進めるよ。一緒に頑張ろうねってなことで、第12弾は以上。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。
この動画の高評価、YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローなどもぜひよろしくお願いします。あなたへのおすすめはこちら。それではまたお会いしましょう。ディスコテメデオでした。